あなたは知っているだろうか。鮮度という言葉では語り尽くせない魚介があることを、全国有数のレジェンド漁師の仕事を最も楽しむことができる店、その名は愛媛県博多島赤吉。愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶしまなみ海道の道中に浮かぶ博多島で燦然と輝く地方の名店、全国有数のレジェンド漁師藤本純一の魚を日本一楽しめる寿司店として、国内外の美食家たちがわざわざ足を運ぶ。この日は藤本氏と同席し、本人による解説付きで白身を中心とした瀬戸内の地物尽くしのお任せをいただいた、一切の雑味がないクリアさと、噛めば噛むほど旨味がにじみ出る味わいが特徴の地魚をこれでもかと堪能し、究極のガストロノミーを体験した。藤本さん、これ何の内臓？内臓、あれ、ハモの内臓を取り寄せ昨日のあれ。そうそう、あれ。へえ。東京だとこの感じで出せへんけど、こうやったら内臓もちゃんといっていい。なるほど。プリプリで美味しい。穴子の塩焼き。いただきます。一緒級生をプリプリですっごい脂がある。ちゃんと密質があるというか。言ってないとこの感じになる。白甘鯛です。わあ、うまっ。油すごっ。揚げ方もなんか完璧ですね。ふわふわで。はい、生地博こですね。あこう。プリプリ。うまっ。こっちの大きいんですよね。大きいです。いかついこっちの方が。大将うまいっす。ありがとうございます。超うまいっす。そんなもう世界中のお寿司を食べる。やめてください。藤本さん、ハモってなんか夏のイメージがあるんですけど、今もう秋冬じゃないですか。いいんですか？今からがいい。今からがいい。10月半ばくらいからそんなに餌いっぱい食べてるのは今なんで。それは全国的な話ですか？愛媛周辺のハモの時期の。基本的に全国的に、ただ半月ぐらい、例えば鹿児島だと半月早いし、相模湾とかだと半月遅いし。
これハモですか？ハモです。贅沢です。ちょっと何これ、うまっ。このハモの寿司初めて食べました。これ完全生ですよね。生ですよね。貴婦人のごとく美しく上質な白浜鯛。産地はもうほぼほぼ八幡浜。9割白浜鯛。赤がほとんどの場所に変わった場所。八幡浜白浜鯛以外にも有名な魚ってあったりするんですか？八幡浜は赤ウニやったり、サキやったり、タイやったり、あとトロール船があるんで、もうこの愛媛の港の中では一番量は上がる港です。そうなんですね。そうですね。今だいたい1キロ前後ぐらいがいいですね。まだ秋になったばっかりなんで、でかい 1.5、2キロはまだあんまり超えてないです。ちょっと前までは500、700ぐらいが良かったのが、今1キロ前後が。今日は1キロクリアな感じがすごいですね。雑味がないというか、ないですね。綺麗。このタイの香りです。でもこの雑いのに慣れてる人は物足りなく感じる。で、こっちばっかり食べてる人は雑いのが食えなくなる。それは個体の特徴もあるし、いわゆる神経締めによってそれが保たれてるっていう、どっちもですか？そう、両方。愛媛のタイの特徴と、愛媛っていうよりはこっちは東洋側やね。愛媛でも八幡浜とか愛南とかはもう全然違う。藤本さん、寿司を食べるときにどういうことを意識して口の中で食べてるんですか？食感とか香りとか、いろいろなんかチェックポイントがあるんですか？チェックポイント特になく、美味しいかどうかだけと、自分でやるんやったらこうするけど、この料理人さんはなんでこうしたんだろうっていうのを考えるのがめっちゃ好き。はで、僕の中の正解に近い答えがあって、まだ僕が知らない調理法だったりとか、食べ方やったりとか、バランスやったりとかがあるけん、それがなんかヒントになったらまた家帰って試してみて、自分がもっとこうした方がいいか、やっぱり僕はこれが好きなのかっていうのを考えるのがめっちゃ好きで、そこでこうちゃんと自分のこう意図があってわざとこうしてるんです。で、このコイカは例えば2貫サイズだったら食感パリッとしてるんで切り込み入れなくていいんで、あれで塩でよく食べさせる。めっちゃ好きです。今の話は500円で藤本のキスですよ。藤本さんのキス美味しい。本当ですか？ちょっと他のところで言うたらちょっと違う。油系ですね。美味しい。首をパキッと折ってで氷水でちゃんと締める。ちょっと酢ですか？軽く。皮目がやっぱり硬いじゃないですか。だから酢でちょっと皮目だけ。だから中のところ、だから丸々一匹筋目にぶち込んでます。ああ、なるほど。だから中ははい、生そうですね。食感で。食感がすごいですね、これ。そう。だからその食感を残したいんですよ。だからそれより酢が入りすぎるとその食感が残らないから。ああ。結構多分正直東京とかだともっと酸っぱい筋目のエゴないっていう。もっと強くせんと臭いのこいつ。ああ。臭いの独特のマナガツオもそうやけど香りがあって、がっつりこう水分を抜いてこうかつ締める。普段はあんまり伊勢海老使うお店がないけど、しけばっかりやったんであまりにその前が保険で OK。最初の色の試行錯誤を2人でされてて今もう何年ぐらいなんでしたっけ？関係性でいうと25年ぐらい。25年すごい。
一番使ってる店は間違いないそういうことですよね。種類の量もこう年月も全てにおいて一番いやブリブリになるとちょっと甘めの仕上げがよくある。伊勢海老は結構いつでもあるのと、はい。あと1週間ぐらいは全然痩せずにキープできるんですよ。いただきます。味噌だけですか？味噌だけです。味噌とお酒をちょっと入れて蒸してます。しっかりした味。ハモが贅沢だ。これって魚の出汁はもうハモの油ですか？ハムだけです。おお、シンプル。これでまた全然違う食感のお寿司が来ましたね。藤本さんのイカは年中いろんなイカが食べられるんですか？大体何かはアオリイカとコウイカと、あとカミナリイカと、今と春は3種類はい。で、夏場はケンサキ。例えば昨日のタイは夜行性ってことなんですか？いや、逆、夜寝る兼そういう底引き網に入る。昼間やったら網が切ってたらもう丸見えなんで体調が早いんで、効率が非常に悪い。イカは夜行性やから逆に夜上に行くんですよ。餌をイワシとか追っかけて。じゃあその朝にすごく動いてる魚もいれば、朝寝てて夜動くとか、これも全然やっぱり違うんですか？生活リズムは。によって違う。タコも違うし、またタチウオとかサワラとかもまた違うし。まあでも基本的に大きく分けて夜行性か昼か、まあほぼ24時間活動してるか。甘さはさ、包丁入れた方が部位的にも甘いところですか？いや、こっちの方がこっちの方が甘い。わざわざそっちのうわ人がいるとこいかんでここでええやろ。プリプリしてますこれと食感と甘さとこう両方入れたことでいいみたいな。揚げる音すごいっすね。そうですね。でもあれ食べないと。車エビはあったかいところが好きで、今から餌食わなくなるんですよ。で、ちょっと味が落ちる。高橋さん、このエビの出し方って、なんか研究を重ねた結果ここについたんですか？その通りです。そうですよ。何かきっかけは何ですかこれ？きっかけな揚げてもう手術の面倒、あ、違う。なるほど、そういうことですね。いや、そんなことないですよ。下がるより上がった方がいいでしょ。おお、香りがすごい独特な感じがします。白さ。甘い。甘いは大将の糖とお砂糖です。ああ、そういうことですね。だからでも油が甘いです。やっぱり甘いは正解です。甘いですよ。ふかふかで甘い。いい魚の油は甘いです。で、カツオとかマグロはいわゆるその雑味とか酸味を良しとする文化もあるので、酸があって美味しいですけど、基本的に酸があるってことは疲労物質なので、あまりこう魚の状態としてはよろしくない。でもそれがいいものだと今認識されてるから、その酸は言われてるけど、白身魚もめちゃくちゃ暴れたやつはちょっと酸味がある。カジキとかもそう。うわ、最後は骨抜かんと骨が結構出てくるので、でももう味的にはでかい方がうまいですね。油がもう全然違う。厚みがあるので。これ赤ですか？赤のもう本当のラストのラスト。うわー、うまい。やっぱ海苔も最高っす。これ香り入ってるのですよね。飛び飛びですよね。はい。うまい。きたー。
これを食べたかった。うわー、懐かしの赤吉卵。本当に TKG になりました。いいじゃないですか。醤油かけたら。赤吉さんにはい行きたいってなったら、はい今予約方法は何でよろしいですか？一応今予約ははい。もうネットですか？お任せからですね。はい。やってます。そうですね。2ヶ月先までずっと出してます。はい。出します。27,500円です。税込みで。税込みで。めっちゃ甘いじゃない甘いですねそれだけ食える感じの、うん。めちゃなくてもこれで美味しい。なんでさっきの卵が美味しいのは、もう最初にイカから出してるのはどうしてかって言ったら、うちのシャリ最初甘いんですよ。でどんどん落ち着いてきて酸が立ってくるようなシャリにしてるんですよ。だから最初食べた時はイカ食べて甘いっていうのもシャリも甘いんですよ。はい。でそこからどんどん落ち着いてきたら酢が馴染んできて酸が立ってくるんですよ。だから言うたら都会の味付けのぽくなってくる。ぽくなってきてっていうような感じをイメージして僕はシャリ作ってるんですよ。そうそう、この後ちょっとオーベルジュの場所。それが博士さんが店主になるんですか？その料理人的な話なんですか？口が入るのとあともう一個二次生地が入るので8席のレストランが2つ2つ入るんですか？じゃあ次はもしかしたらまたオーベルジュの方でできればお邪魔したいと思う。その前にも来てくださいよ。でも1年はまだここ1年ぐらいです。1年はまだここにわかりました。お久しぶりにお会いできてよかったです。いえこちらこそどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。